劇場版の公開から4ヶ月後の夜、都内のとある場所に監督の水島誠二が現れた。倉庫に鋼の思い出の品を取りにやってまいりましたよ。このビルの一室からハガレンのテレビシリーズと劇場版が誕生した。まあ倉庫兼会議室みたいな感じで、ボンズ C スタジオ会議室。汚いとこですけど、テレビからずっと劇場に至るまで全部カットとかがここに収められてて、ちょっとグッズがあったりとかですね、頑張った結晶がここに、雑然と置かれてますね。本当に鋼グッズすごいですよね。でもね、そうですね、いっぱい出ましたね。本当にだって僕初めてみんなありますもんこれ見たことないっすね。なんかボイスアイドルって書いてありますね。これ押すとなんか釘宮さんとかね、パクさんの声が、江戸とアルの声が聞けるってやつで、 DVD とかプレミアついてるやつなんか言ってましたね。このね、アニプレックスの大山プロデューサーがですね、やっぱメタルじゃなきゃダメですよって言って、この2巻目につけたこのカンカンがせんべい缶って言われてるんですね。これね、フルメタルなんかボックスとか言ってたんですけど、明らかにせんべい缶ですよね。ね、35万枚もの原画や動画、さらにはポスターやグッズのあれこれが保管されているこの部屋は、水島監督とハガレンの思い出が詰まった場所なのだ。いい思い出も悪い思い出も全部、あるかなみたいな、そんなところです。この倉庫を漁りながら、水島監督は劇場版ハガレンの制作秘話を語った。水島監督のハガレン島月。劇場版ハガレンの企画が持ち上がったのは、まさにテレビシリーズ放送中の2004年3月。当時の重要資料があると監督が取り出したのは、こんなとこに結構ね、あちこち雑然と置かれてるんで、そうです立ち上げ時期に書かれた100ページに及ぶ脚本。実に3時間以上のボリュームがあったという。そこに込められたのは脚本家相川翔の熱き思いだった。相川氏の方もとりあえず自分でももう長いっていうのは分かってるんだけど、まず思いの丈を全てシナリオに込めるので、読んでもらってそこから考えようっていう話になってて、でとりあえず書き上げてみて、バンってプリントアウトしたら100枚みんな長いって水島監督は膨大なエピソードの3分の1以上を削る作業に長い時間を費やすことになる。シナリオの段階から削ったところで言うとですね、インチキ臭いおっさんが実はハヌッセンってあの人も歴史上の人物だったんですけど、映画だとそこにもう直にヘスとヘスの部下がノアを、受け取りにやってくるっていうシーンになってるんですけど、実はそこにですね、シュタイナーという、これも実は歴史上の人物で本当にいる人物なんですけど、でこのシュタイナーって結構、このお話の中でも、前半相当そのお話をリードするキャラクターとして設定されてまして、この人がオーラが見えたりとか、ちょっとオカルト的なカラーが結構強い人で、エドとの関係性を考えると、フィリッツ・ラングと割とキャラクターを共通できるなっていうのを見出してですね、ちょっと泣く泣くキャラクターを整理させてもらったりとか、あとはそうですね、これはあれですね、マスタングとインリーがヒューズのお墓の前で会っているところですね。この頃の脚本にはウィンリーとマスタングがヒューズの墓の前で過去のわだかまりを清算するというファンにはたまらないシーンが描かれていた。実際の劇場版では、お墓参りしたら例の地下都市にご案内します。あら？
エリシアちゃんたち来てたのかな。そのウィンリーとマスタングの決着っていうのを、ある種ここでも匂わそうみたいな感じのシーンだったんですけど、ちょっとなくてもいいかなって。その後本編の中で結局劇場本編の中でウィンリーとマスタングがこの後合わないんで、映画の流れの中だとなくてもいいのかなと思って、何がベストの選択なのか、水島監督は上映時間の制約と戦いながら自らの決断で脚本を仕上げていった。結局最終的な脚本の完成まで半年が費やされたのだ。そして脚本完成の後はへこんじゃった。これはあれですね、チェック前の、絵コンテですね。いわゆる素上がりというやつで、金子慎吾さんの、非常に綺麗な絵コンテですね。チェック前なんでカットナンバーが入ってないんですよ。奥にあれですね、これが多分決定コンテですね。下に大破って持ち主のハンコが押してありますね。これが絵コンテです。中身はこんな感じで、絵があって動きがコマで追ってあって、何があって何が起きてるのかみたいなとがき書いてあって、でセリフが書いてあって。カンさんにやっていただくのは58ページの、司令部っていうところが公開まで8ヶ月という過密スケジュール。絶対にクオリティを落としたくないとある作戦で乗り切ることになった。それが絵コンテを6つのパートに分け、監督と5人の演出家で分担することにしたのだ。これだ、機械の体。まったく久しぶりだぜ。オープニングアバンとエドとノーアが出会うくだり、さらにエンディングの絵コンテを水島監督。エッカルトが登場するくだり、 B パートの絵コンテを増井壮一。そこを支配する者は世界を支配できると言われている。フリッツ・ラングとエドの絡みからロケットが飛び立つまでの C パートは金子慎吾。どうやらこの厄介はお前が運んできたらしいな。いきなり闇かよ。しかしその眼帯似合わねえな。アメストリスにエドが戻ってくる B パートを安藤正宏。さらに服用機が門を抜けるシーンなどデザインを含めアクション担当に荒牧真二。グラトニーとナースの超ド級のバトルシーンの演出を中村豊という計6人で分担。いずれもテレビシリーズからの演出陣、鋼を知り尽くした男たちだった。はい、パートで、ここからここまでって区切った方が作業しやすいっていう、スケジュールのことも考えていろいろ作業するためにスタッフを分けていく。あともともと僕はそんなに絵コンテ早い方じゃないので、一人で書くよりは複数で書いてまとめた方が、効率もいいだろうということですね。社長の方から一人でやるなと、言われてですね、僕の方で信頼できるスタッフを絵コンテスタッフを集めてですね、さらに、書き手によっても分かれているという素敵なコンテグが出来上がっているという感じですね。中でも特に大変だったのがこのくだり。くそ、錬金術師め。お前たちがいなければ私たち物理学者が正しく国家を導いていったはずなのだ。あんな風にか。ウラニウムの採掘には危険が伴う。人を幸せにしない科学なんて科学じゃない。オープニングのアバンが長い。アバンはなんか最初ものすごい尺数になったってことを聞いたんですけど、これがね、6分22秒なんですけど、最初に書いたアバンのコンテンツ10分あったんですよ。今こんな長くてどうすんだよっていう風に、もちろん言われてですね、僕自身長いと思ったんですけど、どうしようかなと、自分じゃ切れないよこれ以上はみたいなことですね。南さんにぼやいていたらですね、有名な監督を連れてくるぞと、総監督としてって脅されまして、
じゃあ頑張りますって言って、もう一回こうもう本当にこうなんかこう身を切る思いでですね、いろいろ編集して短くしたのがこのアバンなんですよね。やればできるじゃんって会った時に言われましたけどね、はいっていうそんな感じでしたね。2004年12月、都内録音スタジオで劇場版の最初の予告編特報のアフレコが行われた。錬金術10日交換の原則、引き裂かれた俺たちの痛みは何を得るための代価だったのか。ダメ今ちょっとロレってなかったセリフの流れで出してる感じがするんで、シーンの要するにバーンって出てくる感じ。怒んなよ。テレビシリーズ終了から3ヶ月、江戸役のパクさんと監督は久しぶりのご対面。そして完成したのがこの特報映像。何かを得るためには同等の代価が必要となる。錬金術10日交換の原則、引き裂かれた俺たちの痛みは何を得るための代価だったのか。ここが俺たちの世界だ。劇場版鋼の錬金術師シャンバラを行く者。実はこの特報には制作スタッフのある策略が隠されていた。やっぱりストーリーを最初にオープンにしちゃうとつまんないじゃないですか。で結構そのパラレルワールドだったり、SF 的な要素も盛り込まれてますし、現実にあってその史実を元にしたストーリーっていう部分も、ね、リンクしているストーリーっていうところもあんまり早めに出しちゃって情報を出しちゃうとみんながいらんこと考えてしまうだろうと。で裏切られたっていう子ももちろん出てくるだろうし、だからやっぱり相当こちら気をつけて見てくれる方がその期待できるような出し方をしなきゃいけないよねっていう話をしている中でこれも相川氏の方からだったらせっかく頭にね彼らが過去活躍していたであろうようなシチュエーションっていうのを作ってるんだから、そこで一本横を作っちゃえばいいじゃんってみんなで騙すのみたいなそれはでも面白いよねって、7月の末から公開だったので夏まで待ってもらうためには見てくれる人を煽んないとねやっぱりいけないから、そこはじゃあちょっと作戦立ててやっていこうよっていうことで冒頭のアバンをじゃあでいかにもそのヒーローモン的な鋼の錬金術師の予告を最初にドンとやっちゃおうっていうんで、ああいうフィルムを作ったんですね。もちろんポスターあります。さらには懐かしいどっかから剥がしてきた跡が。3種類のポスター、ここにも制作スタッフの策略があった。ですね、これが一番最初に作ったポスターで、テレビの最終回に劇場決定って打った後に、小実験の劇場に貼ってもらうために作ったポスターですね。全然ストーリーとかがまだ明らかにできない時期のものなんで、いわゆるその時の江戸っていうのを、こうやって提示することでですね、どんな話作るのとまずこれで思わせようと。でその後にいよいよその内容をある程度匂わせるポスターを作るっていう形で、この2枚目で今まであるって鎧ででかかったのでいつも江戸の後ろにちょっと立つみたいなのが多かったんで、入れ替えてですね、過去の記憶をなくしたあるが育っているっていうその力強さみたいなものを表情に出して、2人の約束の日世界が動くっていうのを再会をするためにその門を開けてしまった時にその大きくその2つの世界の出来事として大きな出来事が、絡んでいくみたいな。でこれで2人の物語であるって歌っといて、これがですね公開前の最後のいわゆる本ポスターっていうやつでハリウッド的なちょっと仰々しさを出そうと。ここでね1923年って11月ミュンヘンそこは魔術と錬金術の先祖みたいな煽りを入れてみたりとか、もうちょっとバーンと大きく大作感を匂わすようなポスターを作ったと。劇場版の制作が続けられる中、年末にはハガレンフェスティバルも開催され、水島監督は超多忙な日々を過ごすことになる。
そんなに相当テンパってたんですかねまあ人によって捉え方が違うのかな。僕自身は、年末ぐらいは全然テンパってなかったんじゃないかなって。テンパってたとすれば、その劇場版のコンテを書かねばいけないのに、ハガレンのフェスがあったんですよ。実は劇場版からの現実逃避だったのかもしれないんですけど、割と深くそのハガレンのフェスの方にも参加する形になってたんで、まあ僕よりもそのプロデューサーの南さんとかはもうその打ち合わせ終わったらさっさと帰ってコンテを書けみたいなね感じでこうって睨んでたりとかしてましたね、それやってる最中。とは言いながらなんかなかなかこう本格的に物が集まってなくて、逆に僕の方から大丈夫なのとかって言ってたような気がしますね。ねえ親分さん、親分さん顔見せろよちょっと僕が倉庫に来たんでなんか鍵つけてやってきましたね年が明けて2005年2月、最後のパートの絵コンテが出来上がった。なんと予定より2ヶ月遅れ。その原因はシーバードの金子慎吾さんが一番かかったんですね。なんでかかったの？いや分かんないです、遅いからで僕が、自分のコンテのパートが、アバンと A パートと例の途中からと、このエピローグっていうのは僕が本当書いたんですよ。もちろんこっちもチェック上で直してますけど、でこれ全部書き終わった時に「いやいや俺自分のパート書き終わりましたよ金子さん」って言ったら「嘘もう書き終わったの?」って「嘘もうじゃなくてあなたもう2月ですよ」っていうそんな感じでしたね。で金子さんは僕も僕よりも劇場の場の経験が実はあったりとかしてるし、やっぱりセンスっていうのをすごい持ってる方なんで、もう基本やっぱり僕としては要するに対等な人だと思っているんで、受け入れられることは受け入れていこうと。C パート担当の金子さんは水島監督が最も刺激を受けた先輩演出家ゆえに、こんなエピソードの数々が。あとこれが、金子慎吾さんがあれですね、地下都市に至る、ラストあるのシーンで、2人のキャラクターを、実際にカメラで映さないで、その行く道筋みたいなものを見せながらその地下都市に至るっていうシチュエーションを作るっていうんで、絵コンテではワンカットでただガーッとなんかカメラが螺旋階段になってるのを俯瞰で降りていくっていう感じでうーっていくようなカットを僕はコンテで書いてたんですけど、つまらないっていうんで、変えていいかいって言うからどうぞって言って、で彼がこんなことやりたいっていうんで書いてくれた絵コンテですね。金子さんが水島監督にダメ出し。この人が結構シナリオの内容になんていうんですかね、なんか思うところがあってですね、僕に内緒で相川氏のところに話しに行ったりとかですね、話を聞きに行ったりとか俺と話しててどうもだから僕が言ってることっていうのが自分的にどうも腑に落ちないから、じゃあ脚本を書いた相川氏はどうなんだってことで言ったらしいんですけど、自分の思うところの答えが得れずに監督と全く同じことを言われたって帰ってきたりとかですね、何しに行ったのみたいなそれは俺らが OK って言ってんだから同じ答えにならないとおかしいもんねみたいな、そうなんだよねって言われて、実際すごくいいコンテを上げてくれていい演出をしてくれたんで、ものすごい感謝してるんですけど、圧倒的にねスケジュールに負担はかけるっていう悪癖もあるんですがそれをしてでもやっぱり一緒に仕事してもらうだけの価値はある人だなって思いましたけどね。こんな金子慎吾の話ばっかでいいのか劇場版が初めてだった監督にとって金子さんは最も信頼し尊敬できる存在だったという。なんとか絵コンテも出来上がり、それをもとにいよいよ作画作業へとなだれ込んだ。そうですね、一番最初の頃、そのアバンをやり始めた頃に、結構その作画さんが悩んでて、で結果的にものすごいいい絵を上げてくれたんですけどね、それがすごくこのシーンカット44、このハスキソンが身をかがめて、上の腕のですね、ギミックバーンって発射して、それがエドに迫るっていう、回り込んで迫るっていう、これ作画的にすごいかっこいいカットなんですけどね、これとかはねやっぱすごい作画なんですよ。でこの辺にね
並んでるっていうか、まあ思いっきり上にありましたねよかった、すぐ出てきて、これの元になるですね原画っていうのがもうすごい綺麗、こういうのからですね、形になるんですね。だから実際はこの腕のギミックってこのぐらいしかないものがこんなに伸びるわけがないということですね。相当作画さんがこれをどういうふうにそれを作画的にごまかすかっていうのをちょっと試行錯誤しながら上げていただいちゃったんですけど、これがあれですね、動画って言って伸びてるギミックとか本当にこんなに細かく描いたんですよね。いろいろちょっとパーツが分かれてますけど、ためがあって発射でバーンって腕が破れてビヨヨヨーンってこう伸びる、あんまりこううまくめくれてないですけど。それでは監督一押しの動画をご覧ください。絵コンテ自体のだから情報ってこんなもんなんですよね。でもそのいろいろ設定面とかをこう合わせて実際に作画する時にも相当緻密な作業を作画さんはしてくれてるんで、アニメーションっていうのはやっぱりそれだけのアニメーターがやっぱりいないとできない仕事なんで、それのなんで恒例いい例っていう感じじゃないですかね。これがあれですね、指パッチンの原画でこうロイが走りながらこう、で気づいて、指パッチンっていう感じですね。こんな感じで1個2個3ピシッ、これ実際に映画で使われてますね。ロイが復活して最初にこう鎧兵に向かってパーンってやるところ、お得意の指パッチン、女性ファンが喜ぶね。あと最後のノアが踊ってるシーンとかもこうノアがくるーってこう回ってですね、実際に映像になったやつを見ていただくとですね、ノアがステップをちゃんと踏んでるのが、リズムに乗ってステップを踏んでるのが分かるんですね。劇場版鋼には監督のさらなるこだわりが。それは鎧兵などさまざまなシーンで使われた CG コンピューターグラフィックだ。全1400カットのうちおよそ200カットに CG が使われている。こういうのってやっぱこだわったっていう風に言わなきゃいけないのか、実はこだわったというよりは楽しんだっていう方が正しいんじゃないかなと。劇場は人体的にも 3D を使えそうだっていうんで、最初はねどういうところで使おうかっていうんでいわゆるなんか箱庭を作って要するに空間を表現するために 3D を使おうみたいな話も出てたんですけど、全体予算の中でどれぐらいのボリュームが CG が使えるかっていうのを出てきた段階で、宮原君っていう今回テクニカルディレクターをやってくれた彼と、みんなで相談してですね、作画で描くにはちょっと大量に出てくる鎧は大変だから、鎧はじゃあ 3D にしよう。でその代わり3D にありがちななんか分かりやすい動きになっちゃうとつまんないんで、アニメーターにいわゆるキャラクターを動かしてもらうのと同じぐらいの密度の演技をさせることを念頭に置いた要求を始めたっていう感じだよね。これ完成画面ですね。これただ歩ってるだけに見えるんですけど、意外とね違うやつとかいるんですよ。押され合ってこんなんなってたりとかこうしてるのとかがいてですね、これどっかであれだよね、飛び入り食らってるやついるんだよね、確かに。これとかは比較的動いてますね。ガーン、これとか回し蹴りでガーンって肘鉄で吹っ飛んでたりとか、後ろこう吹っ飛んでやられて吹っ飛んでるやつとか、ドロップキックでやられてたりとかですね。例えば4秒っていう中で手前のキャラクターがこう動いてる間に奥でも騒ぎが続いているっていう、その継続性っていうのをシーンで見せてほしいっていうオーダーで丸々ポコンって渡してるんで、そのカットをつなぐっていうところも含めて3D のアニメーターが考えて動かしてくれてるんです。
これ見てから決めようと思って、なので視覚的には全部合ってる。2005年4月末、作画の編集作業が急ピッチで進められた。これ速いのがダンですね。リズムに合わせるんだったらこの辺でなんとなく乗せていかないと多分合わなくなっちゃうと思うんですよ。同じ頃動画に色がつけられ、次第に劇場版ハガレンの世界が作り出されていく。さらにハガレンといえば豪華アーティストによる主題歌のコラボ。鋼に限らず最近すごくいわゆるソニーミュージックさんがそのアニメーションのね主題歌とかに力を入れてくれてるおかげで、すごく力のあるアーティストの方と一緒にいわゆるコラボができるようになった。で劇場の時にはぜひまたやりたいですねみたいなことを事前に言っていただいたみたいなんですよ。でそういうのもあったんで、正式にラークさんにお願いしてみようって言ったら快く引き受けてくれた上にですね、ハイドさんが作品の中身にちゃんとリンクする内容にしたいので、ぜひスタッフと会いたいっていう話になってですね、もう緊張しながらみんなプロデューサーとかとガン首揃えてですねラルクがレコーディングしてるスタジオまで行って手に汗かきながらみんなで作品の説明をしてきたと、そんな思い出がありますね。大体映画だとどうしても1曲エンディングで使うっていうのがほとんどなんですよね。あと挿入歌って使い方もありますけれども、で最初はそのつもりで頼んでたんですが、上がってきた楽曲は2曲あってどちらかっていうふうに言われて、俺はできれば両方使いたいなみたいなことをですね言ったらですね、両方っていうのも聞いてみましょうかみたいな軽いノリで話が流れて、2曲どうぞって言っていただけて、でただその2曲使うにあたって今出してる曲の1曲はこちらとしてはそういうつもりで出してる曲じゃないから、じゃあもう1曲書きますって出しますって言っていただいて、また新たに曲出してもらって、それで今使ってる2曲になったっていう経緯とかもあってですね、で2曲使えるんだったらじゃあどうするかっていうんでオープニングつけようっていう、劇場なのにオープニングアニメがついてるのもそれはそれで面白いなっていう、公開まであと2ヶ月、水島監督は音楽収録に立ち会うため過密スケジュールを縫ってロシアへと飛んだ。録音はモスクワのオーケストラを使って行われた。でその時に裏の時ダーラちょっとクレッシェンドダーラ。音楽担当はテレビシリーズに引き続き大島みちる。最初の打ち合わせでクラシックの音楽っていう話だったので、クラシック的な音楽で、ということだったんで、オーケストラがいいだろうっていうことで、それで私がロシアのオーケストラとはもう10年近く付き合いがあるので、一番大きなオーケストラではレコーディングも慣れてるしいいんじゃないかなっていうんで、すぐにもうじゃあロシア行きましょうと言いました。M 全部で47ぐらいあるのかな、ね、でオーケストラで35曲ぐらい取ってますから、多い方ですね。そして5月21日アフレコ、テレビシリーズのレギュラー陣の他に加藤和子さん、小栗旬さん、沢井美優さんを迎え豪華なキャストとなった。とここである事件が。私も台本同じさすが入れてきたんだね、もう今日はちょっと待ってでも秒数チェックしてたんじゃないんだよ。江戸役のパクさん、自宅に台本を忘れてしまった。大丈夫でしょうか。人事とは思えません。台本持ってきてチームエッカルト役の加藤さんはアニメ声優初挑戦。実はお子さんが大のハガレンファン。アニメの声をやらせていただくにあたりましては、その台本をゲットできれば子供が勉強頑張るっていうそのパーターでやったんですけど、私が一生懸命練習するのを見ながらみんなが手伝ってくれるんで、逆に勉強の邪魔してるって感じがして、勉強する時間がみんなが寝てから、もしくは寝ている間の早朝しかできなくて、7
密かにやってたのですごい心配です今日。やっぱりアニメだからこそ伝えられる表現っていうのがすごくあって、難しいテーマをものすごく大きなところで捉えながら、小さな子でも分かって、私たち大人でもそうかもって思わせてくれるところがあるんで、奥が深いですよ。仕方ないさ、追われてるんだな。アルフォンス・ハイデリヒ役の小栗旬さんは、お兄さんの亮さんと兄弟で声優初挑戦。ならばなぜあの戦争が無意味だったのだというのだ。そうではない。政治的なことだったり、飛行機についてだったり、ロケットについてだったりを語ってるところがあって、そういうところは言葉の量と口の動きとっていうのに合わせるっていうのがなんか、意外とこう口のパクを見てると結構早口だなっていうのが多くて、で撮った後にもう一回直させてもらったところもあったんですけど、もうロレっちゃうのが大変でしたね。なんかこうゾクゾクっときたのはマスタングが立ち上がるシーンですかね。アルフォンスに関しては話をしてたんですね。だからどこまで近づけるのか、だからどこまで違うキャラクターとして表現してもらうのかみたいなんで、別の人の方がいいのかなってやっぱり話が出てきて、で、どうせもうもし別の人でやるっていう形になるんなら、いわゆる女性がずっとアルフォンスって演じてきてて、で、似たような声質の男性の声優さんとかではなくって、若手のね俳優さんとかにした方が一層変わってるっていう印象もつけられるし、その中でアニメのフィルムの中に入ってきちっと演技ができるぐらいで演技派の人だったらいいんじゃないかっていう話があって、小栗くんの方からもちょっと面白そうなんでぜひやらせてほしいっていう話をいただいて、僕も小栗くんと会う前に小栗くんの作品とか見てったんですけど、ちょっと声が低いなって思ってて合うかなと思ったんですけど、ちょっとテストやって通してやってみたらなんとなくハイデリヒにリンクする部分っていうのがきちっと出てきていて、で彼の解釈っていうのが非常によくって、でそれをバーンって演技で見せられた時にこれはもう絵をちょっと直そうと思って、なんていうんですかね、一緒にキャラクターがこう合致する瞬間、キャラクターが合致して映画で初めて表現しようとしてるハイデリヒってキャラクターの完成形が見えた瞬間っていうのがあったりとかして、で加藤さんもすごいやっぱりものすごいなと思ったのは、テイクを重ねるごとに違う演技を引き出してくるんですね。でそれが全く違うわけじゃないんですよ。すごく分かるんですよね。だから僕らが説明したエッカルトってキャラクターを加藤さんが演じるならばこれだけパターンがあるんだっていうのを見せてもらって、さすがだなと思って、やっぱ加藤さんってすごい力のある女優さんだなと思ったんですけどね。後で舞台挨拶の時にもう一回撮りたいって言われた時にあれでいいのにって正直全然 OK なのに本人は気に入らないとかで、もう一回映画を通してみたらまた違ったんでもっとやりようがありますみたいなことをもう一回やりたいみたいなこと言われて、すげえなって思いましたけどね。そんなことは分かっている。義手に当たって姿みたいだね。ところでこのアフレコ、一見普通のアフレコのように見える。実はここには何とも恐ろしい映像が映っていた。公開まであと2ヶ月を切っているというのに、ガイドの絵にほとんど色がついていない。実はこの時とんでもないことが起きていたのだ。6月の段階で使われていた原画データを見ながら、監督とスタッフはその恐ろしい事態の一部始終を語り始めた。12日間でどれほどこれ14であと12日間でどうなるんだ確かにそう劇的変化みたいな。ないですよこれもうなんだろうこれって感じ。これいつの段階ですか？これ14。6月14。6月14ってことはあと12日ですね。死者まで？いや死者まで行くと20日ぐらいはありますけどね。これなんかさ、すごいなんかリアルに面白いね。なんか今見るともう出来上がっちゃってるからこんな感じなんだ。何？いやすごい本当に完成したなと思うね。今ありえねやばい。これだけ色がついてなかったってことは結構驚異的な出来事。
なんかね僕はあんまりテンパらない方なので主にそちらの制作デスクをなさっていた大藪さんがテンパられていて、この辺が多分いろんなスタッフに謝りに回ってた時期ですね。撮影とかに行って撮れねえよって言われるのをそう取り切れねえよって言われるのをちょっと皆さんにそこをなんとかって言っていろいろ板挟みになったりとかして非常に愉快な。さらに6月下旬、締め切り1週間前に行われたラッシュではなんと半分のシーンがやり直し。1週間で700カット撮らないといけないっていうリテイク。そうですよ、俺が出したリテイク。そうですよ、最後オールラッシュした後のリテイクが700あって、俺が出したっていうかそれ全体でみんなで出して、みんなで出して700あって、そんなにあったんだっけ。あって、そうですよ、こんな熱いリテイク表だって5割に近かったんだっけ。本当に俺だけのせいじゃないだろう、それは。俺だけのせいじゃないだろうと最後は開き直った水島監督。さらに監督に合わせて各々のスタッフも各パートのリテイクを進言。クオリティアップのため不眠不休の日々を過ごすことになったというわけで、最後はみんなこんな感じになってしまったという。なんかねアニメはねどっかにやっぱりなんかアニメの神様がいるのか間に合うんだよね、不思議なことにね。いや、間に合わせてるですよ。それは現場が間に合わせてるですって。それは人の力ですから。超常現象は起きてないですから。撮影は本当にリアルにもう3日とか泊まって撮って、ここすごい先立ちつつみたいなあれですからね。すごい完成してよかったよね。何そんな苦々しい顔で見てんの。もういいじゃん、過去のことなんで出来上がったんだから。とにもかくにも劇場版鋼の錬金術師シャンバラを行く者は最高のスタッフたちの手によって完成したのである。初めての試写会の時、水島監督が最も気にしたのはそのスタッフのことだった。一番最初にみんなでね見る時には頑張ってくれたみんなと一緒に見るわけじゃないですか。だからものすごい肝を冷やした覚えがありますね。行きたくなかったぐらいな感じだったんで、ただそのなんですかね、周りで一緒に作ったスタッフも含めて良かったって言ってくれたんで、それが大きな自信になって、それ以降は誰が見ても別にどうだっていう気分で、入れるようになりましたね。本当に一緒に作ってくれたスタッフに感謝してます。水島監督が鋼の全てを語ったこの倉庫には実はある運命が待ち受けていた。この倉庫自体が、もう12月の下旬ですか。そうですね。にはもう整理されるという。そうですね。これなんか大量にある紙はどこ行っちゃうのかなって思うんですけど、僕もねここにあるあなたが必要なものは取り来なさいって言われて、今日も取り来た次第ですので、なんかそうですね、作品終わって僕自身ももう次の先のために別のところに移動したりとかするとですね、なんかもう居場所がないのが寂しいですよね。最後のここは居場所だったのかなみたいな、さようならっていう感じで、なんか寂しい気持ちの方が大きいですね。いやーなんかね、やっぱり2年間って長かったんだなって。2年どころじゃないか、3年間鋼の錬金術師で本当に仕事させてもらってたんで、それはもうなんだろうな、すごくいい経験でしたね。楽しかったですし、いろんなものが見れて、でしかも自分自身初めて劇場作品を監督させてもらえたし、でその出来も本当にすごく僕自身満足しているんで、もうこれでもうなんかあれですね、このままいなくなってもいいぐらいテレビシリーズから劇場版まで足掛け3年の月日が流れた。スタッフもキャストもすでに新たな現場に旅立っている。エドとアルの兄弟の物語を多くの人々の胸に刻んで、鋼倉庫も静かにその役目を終わらせた。